じゃあいい？いい？いくよ。はい。RC 東郷。どうもじゃあ。じゃあラジオどうもです。はい。と坂部です。はい。坂部君ね。子供三重士。サブチャンネルの方ですね。子供三重士で活躍してる坂部君なんですけど、今回ね、レーブデイズの方にラジコン統合から8名か9名ぐらい出たんだよね。全体のね 20% がラジコン統合の見送るドライバーだったんですよね。でまず予選と決勝っていう風にあって、見事予選を突破してベスト16まで行きました。おめでとうございます。あれね、ほんと良かったよ。予選をやっていく段階で、一人ずつ知っていくわけなんですよ。で、なんで言ったらいいのかな、フランス革命のね、ジャンヌ・ダルクで言ったら、東欧の血が流れていくっていうところを最後、坂部君が救ってくれたんですよ。もうその前までね、みんな落ちてくもんで、もうドヨーンでもう撮影してテンションが全く上がらなかったもんでね、これやべえなと思ったら最後通ってくれたもんでね、よかったなと思ってね。実際あれ走っててどんな心境だった？例えばその1本目の追走トーナメントの時、あれどうだった？最初はもう何しとるんだと、自分で頭の中も真っ白で、もうやばかったっすよ。やばかった？初めてだしね。そうだよね。初参加だもんね今回で。ラジコン歴1年半ぐらいだよね。で半年は4区だったもんね。でだから実質に行くは1年しかやってないっていう。続いて坂部選手です。お願いします。どうぞ。さあ続いてはちょっと何かさあもう一人も走りたい。インクリップを外してしまった。さあこの勢いが上がってないんです。これでフィニッシュ。今またそう6ですね。クリップを入れられなかった腕だと立ち上げたらいけても今また96点前半の全クリップ思いっきり外していったんで。全クリップ外した。なるほどなるほど。でその後に今度追走の予選、追走に行くための予選っていうのが2本走れたんだけれども、あれ1本目走ってどうだった？あの時は。1本目の時は最初のスタート地点のスタートして振るじゃないですか。その時の線あったじゃないですか。そこをまたいじゃった以外では全部いけたんですけど、そこだけまたいじゃったもんで、さあ続いて田口選手お願いします。どうぞ。さあ立ち上がりからちょっとラインの違いがクリップを外して振り出しスニークリップはすごくいいんですが、振り返って97.9。1クリップ、2クリップ、そして接着力だったりとかは加点できるんですが、立ち上がりのライン、そしてミッドモーション時のインクリップ外し、そういうところで97.9です。でそれ高弘君がああいうふうにいろいろ言ってて、でアドバイス聞いて修正したんだ、走り方を。で2本目を走る時は何を考えて挑んだ？もうとにかくもう言われたことをやって、で練習1回しか行けてないですけど、さあ2本目いきましょう。その短い練習でやったことをやる。ちょっとね、いっぱい練習皆さん行ってたとは思うんですけども、1回しか行ってないの？レースには1回しか行ってないです。練習は1回しか行ってない。俺のあと以外行ってないの？
5月の時ですね。あれからもう1回も行ってなくて、でレーブデイズ杯の1週間前に1回行っただけで、そうそう2回というかまあ1回ほぼ実質1回みたいなもん。マジ？ちょっとね今これ全国のおじさんたちはちょっとどんなもんですかね。そういうもんです。そういうもんです。そういうもんです。ただまあ普段練習してるからね。そうだよね。確かにデイズさんを走るのは少なかったかもしれないけど、まあ東郷さんで走ってる時のそうだよね。練習量はめちゃくちゃ多いもんね。多いです。まあねちょっと。まあ実質1回ぐらいしか練習しに行ってなくても、まあ、見事あそこまで行っちゃうっていうことですよね。まあちょっとまだ脱線しちゃったんですけど、話戻るんですけれども、でじゃあ追走行きましたって、まずベスト24の時、あれはどういう心境で挑んだ？初めての人と追走をやるんで、どんな風に来るかもわからないし、どんな展開になるかもわかんない。で前の時はもう前で普通に走る、後ろは後ろで、まあどんな動きするかわからんけど気持ち安牌な感じで。ああそんな感じですね。お二人とも。さあ続いていきましょう。田辺選手対井選手です。先行が田辺選手ですね。それでは行きましょう。A ブロック2組目。先行田辺選手、赤井幸選手で3、2、1、GO。さあ先行がマックス。さあ立ち上がりからちょっとしてくる。さあここ後ろから小さいところ前方にミスはないことを繰り返してた終了 5.5 高部選手。今のは先行のラインに対して杉選手小さいラインに走ってしまったそういった減点で 0.5 のアドバンテージを高部選手が取ってきました。それでは入れ替えていきましょう。先行杉選手は高部選手で3、2、1、GO。さあここ 0.5 のアドバンテージを持っていた後ろ。さあここで松山がうまく距離が上がっていくらちょっと下によりラインが乱れてしまった。さあ早く切り返して審査終了。ここにいきます。で確か1回目サドンデスだったっけ？サドンデスだよね。でもう1回目やってちょっと慣れた感じだった？だいぶ慣れてきて、で2本目は何を気をつけた？思いっきりもう相手に勝つ気持ちでベスト24では負けられない負けられない気持ちで。すごいね。やっぱり気持ちは大切ですね。この勝ち気なところがね、まあその気持ちでまあ挑んで、確かサドンデスの追走の2回目の時に相手がちょっと前でぶつかったのかな、多分だよね。でまあ勝ち上がったと。これはサドンデスにしたいと思います。それでは仕切り直して先行高木選手は戸井選手で3、2、1、GO。さあここ次は後ろが前に来るか。ちょっと先行インバーを外してしまった。さあ切り返して後ろを入れていきたいところですね。さあ繰り返して審査終了。ここです。先行はちょっと立ち上がりからフェイントモーションでのイングリップ、そこを外したのはあったんですが、後ろもそこまで距離を詰められずにイングリップでラインが小さくなってしまったので、総裁でイーブンです。それでは入れ替えていきましょう。先行杉選手から戸井高部選手で3、2、1、GO。さあ、イーブンで折り返しとなりました。さあ、後ろがきっちり合わせてくるのが戸井はしっかりあー、最後にいった。さあ、これはちょっと先行プレッシャー負けた。後ろきっちりはじき仕上がりですね。しっかり前に出る感じで。ベスト24が終わって次はそのシードの選手との対決でベスト16でなんとその時去年の
単走のチャンピオンのアツさんっていうスマックのアツさんって結構ね中部地区っていうか全国的に有名なのかな、有名なアツさんっていう方がいるんですけども、アツさんと当たったんですけども、そのアツさんって知ってた？いや知らなかったです。普通のおじさんぐらいな感じ。その普通ってことではないですけど、ちょっと自分がうまいなっていうおじさんぐらい当日、エントリーの表を見た時に東郷さんの人たちが「あっさんがおるやん」って言われて、あその人結構うまいのかなみたいな。へえ。でまあそのアツさんとの対戦について、その追走しとる時はそのなんかこういう心境だったとかなんかある？まあ結構強めというか、まあ上の方の人だったので、勝てるかわからないですけど、なるべく頑張っていけるように。ああなるほどなるほど。そうまあとりあえず後悔しないような感じで走ろうっていうのね。さあ続いてアン選手にサム選手先行バッターです。 OK ですね。それでは行きましょう。先行バッター選手はサム選手で3、2、1、GO。どういくのか。さあ後ろにちょっと距離が離れたか、真ん中にずっとか当たってる。さあここは特にお互いに姿を繰り返していきます。終了。そうです。はい、それでは行きましょう。入れ替えまして先行高部選手、後谷選手で3、2、1、GO。さあ選手はお一つとしてくるのか、もう一つとしてくるのか、立ち上がり、さあここからいい選手が捉えてる、さあしてくる、ちょっと先行に行きたいところに対して安定しておっとちょっと感じておったが、これはもったいない。いいブです。確か1回目の追走が終わってまああれ結果確かサドンデスになってね。そうですねね。でサドンデスになってそのもう一回また対戦やるっていう追走やるという時はどんな心境だった？まさか、うんいやサドンデスにはなると思わなかったんで、もしかしたら負けちゃうのかなと思ったんですけど、サドンデスになってでまあラッキーみたいな。ラッキーでラッキーで2本目走ってる時っていうのはなんかどんな心境だった？もう一回チャンスがもらえたもんで、もう勝つ気って言ったんですけど、すごいね、やっぱりねそういう事前のそういう先入観がないでよかったね、この人はすごいあの人はうまいだとかそういうの関係なかったもんね。まあさあ、手出していきましょう。先行が選手はそれからですね。3、2、1、GO。さあ、選手、ここはこういうふうにしています。さあ、ここから立ち上がり、ちょっと決められないか、さあ、振ってくる。ここ先行の走りがいい。それに対してやや小さいラインに回り込んでいくような形になっているよ。当然では選手です。ラインマッター良かったし、後ろでね、坂部選手、離れてるのに、フェイントしてるところのイングリップ、あそこを外してしまったので、トータルで5点を獲得です。それでは行きましょう。先行の坂部選手、後谷選手で3、2、1、GO。さあ、しかし、ここはきっちり、後ろ選手が出してくる。さあ、ここの距離、きっちり合わせて、ここは待っている、ちょっと後ろになってましたか。1回して、これで失点ですね。立ち上がりアウトです。さあ、スタンドのスピードが順調にいい感じで上がってきてます。いやでもねすごかったね本当に良かったと思います。本当に今回はね本当に救われましたところでねちょっといろいろ聞いてびっくりしたんですけどね、まさか練習実質1回しか行ってないけどね。
じゃあね、今日はね、今回こんな感じなんでね、お疲れ様でした。あ、それでね、今回見事ラジコ動画で言ってくれたんで、水槽トーナメントまでこれをプレゼントしようかなと。バッテリーケースバッテリー、あ、そうリポバッグ、レーブ D のね、リポバッグの方を坂部君の方にちょっとねプレゼントという形で、ぜひこれ活用してください。わかりました。はい。まあちょっとささやかなプレゼントなんですけどね。あれマシンの紹介はいいの？じゃあね、今回お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。